どうも皆様はじめまして。優しくて清楚な死神こと、めいめいひまりです。さてさて、今回は久しぶりに EU をやっていきますよ。今回は実況の相方が来るはずなんですが、やけに遅いですね。久しぶりね、四国メタンよ。ちょっと大丈夫？いけませんね。致死量の爆乳を浴びて行きかけました。何よ致死量の爆乳って。というわけでね、今回は爆乳すぎて固定資産税かかりそうな四国メタンさんとやっていきます。よろしくお願いするわね、貧乳タックスヘイブンさん。確か前回はズンダモンと剣さんが日本でやってたわよ。なるほど。じゃあ今回は高麗王国でやっていきましょうか。相変わらずヨーロッパユニバーサリス5なのにアジア圏でしかやらないのね。まあ中の人が東アジアにしか興味ないし。ちなみに今回やる高麗王国、前回やった日本よりも難易度自体は低いようです。前回やってからかなり期間が空いているようですし、ちょうどいいんじゃないかしら。です。それでは早速高麗王国でやっていきましょう。始まるよー。というわけで始まりました。まずは高麗王国の現状から見ていきましょう。1337年現在、高麗王国は大元帝国、つまりモンゴルの属国であります。属国のため同盟の締結、宣戦布告などの外交は一切できないよ。918年に王権が建てた国がポットでの国家の属国になるなんて悲しいね。でもこのまま属国であり続けるつもりなんてないんでしょう？もちろん、大元帝国は現在後継者争いで国内は非常に不安定。一蹴りすればたちまち崩れ去る、腐ったなやでしょうね。あらいいじゃない。なら早速大元帝国をなぶりに行きましょうよ。いえ、我々高麗から腐ったなやを蹴りに行くのはやめておきましょう。我々は腐ったなやよりも脆い絹豆腐なので。そうなのね。それでは適当に研究するのも決めつつ、法律も制定。今回は華僑継続運用する法律にします。また金と銀の輸出は禁止。数百年後に欧州に流出するのを防止するよ。そして最後は制度改革。なんと高麗王国、初期から海軍に力を入れているようで、最初から港湾管理という制度改革を制定できるようです。港による近接性コストと毎月の開発成長率にバフが入るのがいいわね。ですね。あと海軍の維持費も1割減ですし、これは大艦隊を作れと言われてますな。太陽艦隊を作って大暴れなんてプレイができそうね。もちろんそのつもりです。それではやることやったので時間を進めていきましょう。大元帝国が崩壊するまでは高麗王国は何をするのかしら？それまでは植民地建設に精を出します。具体的に言えば北海道。日本がいずれ植民する北海道に高麗王国が先に植民してやります。へえ、属国状態でも植民できるのね。おいごら。倭寇の襲撃だと？頭にきますよ。順天の農民が倭寇の人に連れて行かれてしまいましたわね。連れて行くならこのデカパイ野郎を連れて行けばいいのに。なんですって？なんでもないです。いい感じに植民が進んでますな。よくもこんな寒そうなところに植民しようと思いますわね。資金が貯まり次第、追加で北海道各所に植民地を建設していきます。他の国家に割り込まれないように頑張って植民しなさい。当たり前だよな。何これ？どうやらモンゴルによる支配に従うか抵抗するかを決められるようですわ。もちろん俺らは抵抗するで、拳で。というわけで上の抵抗する選択肢を選びます。どうやら宮廷内にモンゴル出身の人がいる限り、定期的に資源を失わせるイベントが発生するようですわ。何それは？こういうことのようですわ。外交官を3人要求されたんだが、しかも拒否したら安定度が20下がるし。これは外交官3人渡すしかなさそうね。このモンゴル野郎、いつか潰す。今度は何かな？どうやらイベントで朝鮮半島北部の宋城という国家に宣戦布告できるみたいよ。ちょっと植民のしすぎで財政が不安定だけど、全軍集結、宋城に攻撃だ。陸軍に将軍をセットしてと。モンゴル出身の将軍の方が全体的に性能良さそうね。まあモンゴル出身のやつを将軍にするわけないです。行ってこい高麗王。まさかの王様を将軍にした。負けなきゃ問題ないんですよ。もし負けたら？土木の変と同じですね。気をつけなさいよね。言われなくても分かってますよ。まあ第一、こんな弱小国家相手に負ける要素なんてないんですが。宋城最後のロケーションを占領。戦勝点も 100% になったので講和します。華州と最強州の2州を併合。これにて宋城は滅亡したわね。GG。北方の地奪還。ついに長きにわたる屈辱の日が終わった。卑劣な宋城の侵略者どもが打ち払われ、北方の華州は再び高麗の元に戻った。今こそ祝いの時だ。首都において強力な我が軍の華麗なる行進を行おう。この歴史的瞬間を祝い、
国民たちに英雄の勇姿を見せつけようではないか。やったぜ。総城を滅ぼしたおかげでイベント北方の地の奪還が発生。朝鮮半島北部の部族によって占領されている州が全て中核州になるわ。美味しい。また君が壊れるな。しかし今度は一矢報いてやりますよ。わざわざ私の前に現れてくれてありがとう。じゃ、死のうか。国外追放すると安定度が20下がるわね。そのために安定度を上げてきたんだし惜しくないです。北海道の植民はどうかしら？順調に進んでますね。今度は北見の植民が完了したようです。今度は石狩ですわ。あと数年で北海道全域の植民が完了しそうですね。なんだこれは、いやらしい反乱だな。これは黄金の乱とは違いますの？黄金の乱はちゃんとイベントが発生するはずなので違いますね。これはただの反乱です。ただの反乱とは思えない規模ですわよ。早く黄金の乱起きませんかね。ちょっとひまりさん、国内で国死病が蔓延しているようですわよ。あんまり死なれると死神の仕事が増えるんでやめてほしいですね。どうやら遺体を医師に渡して研究に使うことができるようですわ。ただ医師に体を解剖されるのを嫌がる人がたくさんいるようね。安定度下がってもいいから医者に遺体を渡すよ。今度は何？高麗王国の慈善団体が国内の薬を買って他国の援助に使っているようですわ。あら、現代だったらいい行いかもしれないけどこの時代にそんなことするな。慈善団体の薬は全部没収とです。国死病で毎月2万人死んでるわよ。死にすぎ。アカンコーラ氷国の人口グラフがめっちゃ落ち込んでる。70万人くらい死んでるわね。総人口300万人くらいしかいない国で70万人死ぬのはまずいですよ。なんとかならないの？そのデカパイ使って患者の患部をパフパフすれば治るんじゃないですか？というのは冗談で普通に対処法はありません。かかったら最後、奇跡的に回復するか死ぬかのデスルーレットが始まります。そうなのね。西洋医学だってろくに発展してない時代ですし仕方ないね。大元帝国の反乱が終結したようですわ。そして反乱終結とともに今度は黄金の乱が起こったもよ。いいぞ、これ。黄金の乱。1328年の元でモンゴルの君主を支持する者と中国を基盤とする儒教信者の一団との間で大規模な争いが起こり、皇帝側の勝利に終わった。しかしこれは嵐の前触れに過ぎなかった。皇帝に対する信頼の喪失、過酷な徴税、不安定な国内情勢、天災などにより元の民は皇帝に怒りを募らせていた。東方仏教の僧侶は中国に対する王朝の処遇に不満を抱く者たちを集めた。こうして黄金の乱が始まった。ついに黄金の乱が起こりましたね。この音心臓に悪すぎ。大元帝国の属国状態だから反乱が起きるとこっちまで巻き込まれるのね。ひまりさん、私たちも早く独立しましょう。満州が大元帝国から離脱したのを見計らい、高麗王国も独立します。いざ独立。独立宣言とともに大元帝国と戦争状態になったわ。ご安心を。大元帝国はカナンの反乱勢力とも戦争をしているから、高麗王国に避ける兵力は無に等しいよ。そうなのね。ただ高麗王国も財政が火の車なので避ける兵力は最低限しかないんですけどね。なんでこんな限界状態なのよ。台湾に対する植民にお金が吸われまくってます。約500の兵力で大元帝国首都の大東方院中。少ないわね。どのくらい少ないかというと、500の兵力は大元帝国のそこら辺りの兵にすら余裕で負けれるようです。でも大元は南部の反乱に全兵力を向けているようでなんとかなってます。開いてんじゃん。敵首都大東占領。というわけで大元帝国とはここで講和します。本当は賠償金を請求したかったんですけど、その前に国庫の借金がヤバそうなんで諦めます。何はともあれこれで晴れて独立ね。です。というわけで今回は高麗王国が独立したところで、続きはまた次回にしようと思います。次回はどうするのかしら？次回は朝鮮半島北部の部族国家の征服と満州進出ができればと思ってるよ。まだ撮影してないからどうなるかわからないけど。失踪だけはやめてくださいね。どうでしょうね。あなたとやる EU が息苦しいんで、もしかしたら帰ってこなくなるかもしれません。その時は無理やりにでも引っ張ってきますわ。すいません、許してください。何でもしますから。今何でもするって。何でもするとは言っていない。はい。それじゃあ動画終わりますわよ。終わり。閉廷。以上、みなかいさん